る TV。 ずるずるどうもすするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、本日ね、もう大雨、雷も鳴り響いてるぐらいもう台風直撃の日なんで、ちょっと室内からオープニング撮ってるんですけど、これから行きますのが9月オープン、すでにラーメン界で話題になっている家系ラーメンのお店、こちらです。東急目黒線武蔵小山駅から徒歩5分くらいのところにありますラーメン屋ガンクロさんにお邪魔してます。こちらガンクロさんは9月の頭にオープンしまして、世田谷の創業者であり、今もラーメン界で幅広く活動されている前島さんのお店らしいんですね。まさかね、このラーメン侍前島さんが家系ラーメンのお店をオープンするって結構意外ですごくびっくりだったんで、本日はね、もう台風直撃で大雨なんですけど、やっぱりこの家系ラーメンすすっとかなきゃいけないぞということで、早速向かっていきましょう。うわー、びっくりした。というわけで武蔵小山、というわけで武蔵小山降り立った瞬間にね、落雷ありましたけども、落雷ライボルトめっちゃ雨降ってはいるんですけどね、ガンクロさん向かっていこうと思います。なんか商店街の中にあるらしいんで、もしかしたら傘ささないでいけるかもしれない。これはラッキーですね。今日みたいな雨の日にはもうやっぱ傘って一番持ちたくないからな。持ち物の中で持ちたくない持ち物ランキングナンバーワン傘ですね、やっぱ。はい、これはいけそうですね、このまま。よっしょ。いやー、よかったですね。お店がね、この商店街の中にあるということで非常に助かりました。というわけでこれからガンクロさん向かっていくわけなんですが、武蔵小山駅ってね、ボニートさんっていうね、カツオを使ったラーメンのお店には行ったことあったんですけど、それ以外は多分来てないっすね、武蔵小山はね。人生2度目の武蔵小山かもしれん。もうこうしてみるとね、商店街もあるし、駅前も結構ね、栄えてる感じなんで、めっちゃ住みやすそうな街ですね、本当。でもここら辺結構ね、なんか高級住宅街なイメージがあるんですよね。一応東京都内でも品川区の地域ではあるんで、なんか道行く人たちもね、若干こうハイソな感じしますね。ハイソサイエティな雰囲気出してますね。いや、しかしガンクロさんのラーメン楽しみです。オープンしてね、まだ1ヶ月経ってないんで、まだ店主さんである前島さんもいらっしゃるらしいんですよ。前島さんが作る家系ラーメンをすすれるっていうところなんで、すごい楽しみなんですよね。というわけでお店の前に到着しました。ちょうどね、夜の部のオープンの時間帯ということで、外並びはそんなきつくなかったですけど、早速すすりに行っちゃいましょう。レッツゴー。さあ、ラーメン屋ガンクロさんショッケースです。今回はチャーシュー麺とライス、さらに味玉をプッシュしました。世田谷の創業者である前島さんが新たにオープンしたお店で、この日も前島さんが厨房に立っていたので、特別に調理の様子を撮影させていただきました。いつも気さくな前島さんもラーメン作りは職人の顔。やっぱり平ざるでの麺揚げはかっこいいなと思いながら待ってるだ。こちらがラーメン屋ガンクロさんのチャーシュー麺、味玉、そしてライスです。ボリューミーなチャーシューとチー油の浮いた家系らしい醤油色をしたスープで、かなりいい感じのビジュアル。店内に漂っていた豚骨の香りが今目の前で強くなったぞってことで、いただきます。ではまずスープから飲んでみましょう。スーン、まろやかな口当たりでありながらガツンと醤油感のある美味しいスープで、ベースとなる動物系の豚の肉の旨味がしっかりと溶け込んでいる印象。バランスよく出汁感もあり、それでいてしょっぱすぎない醤油感もあり、前島さんの卓越されたテクニックが存分に味わえます。まさに黒船が来航したように、新たなラーメンの夜明けが来たようです。さあ、続いて麺とご対面。しっかり見定めたら、よっしゃすずるトニーン。世田谷特製の自家製麺で丸みを帯びたもっちりとした太麺はつるっとすすれて風味も良好。豚骨醤油スープもしっかりと絡めてくれて、海苔の磯感も海苔に乗ってバチグル。ちなみに店名のガンクロは前島さんがガングロだからではなく、コロナで出た赤字を頑張って黒字にするというところから来ているとのこと。さて今度はチャーシュータイム。ライスにバウンドさせて食らう。ほほい、チャーシュー麺にしたので、でかいバラやももがたくさん乗っており、味しみがよくもちっとした弾力のある食感で米が進みまくり。燻製の風味をつけないというところに前島さんの好みやこだわりも感じられて、やはり店主さんの個性が出るラーメンってすすっていて楽しいですね。さあ、トッピングには家系ラーメンらしくほうれん草ももちろん完備されていて、フレッシュで臭みもなくスープをまとわせればバクバクファクトリー。チャーシュー、海苔、ほうれん草といったトッピングへの愛情もひしひしと感じながら、また米を食らうすするの姿がそこにあります。てな感じで今度は海苔をスープに浸して米に巻いて食らっていきます。結構磯感強めでスープも醤油が立っているので、鉄板級の美味しさはまさにレッドアイズブラックドラゴン。
麺に米にとどんどん活用していけば明日からやみつきになって忘れられなくなるでしょう。というわけで気がつけば後半戦半ばに差し掛かりハイペースで食べ進めてきたのでもう終わりかと少し寂しさも現れます。しかし記憶にはしっかりと残り続けパカッと割った味玉からは涙とも思えるような黄身がとろりとこぼれてまたピミースープと合わせてカプカプくらい最後は家系好きの前島さんのさらなる飛躍を願いリスペクト込めて開演。本日も完食です。大変美味しくすすれました。まだまだアクティブな姿勢で挑み続ける前島さん、またラーメン界を盛り上げてくれる一杯となりそうです。それではごちそう。いや前島さん本当ありがとうございました。どうもどうもめちゃくちゃ美味しかったです。ありがとうございます。なんかスープまで意外と醤油が立っててすっきりしたそうそう、意外とね時全部いっちゃいまし間帯によって味が違うんだけど今、はいオープン直後でフレッシュな感じ、たなるほど。これがだんだん濃厚になっていくけどだからフレッシュ感はその分ちょっと薄れていく、好みのね時間を決めて、ああまあそれ楽しさですよねやそうそうっぱね。じゃあまああくまでも家系ラーメンではなくて家系風ラーメン家系ラーメンとは言わないです。言わないです。家系はすごい好きでリスペクトしてるけど、はいまあ、自分なりのうんうんエッセンスを加えた家系風ラーメン、あなるほどなるそほこをちょっと考えながら食べていただきたいなと。ど。なるほどですね。いやめちゃくちゃ美味しかったはい、です。ありがとうございます。ごちそうさまでした。はいはい、またありまたがとうございます。よろしくお願いします。はいごちそうさまでした。というわけで、ラーメン屋ガンクロさんに行ってきたんですけどもうまかったですね。前島さんがね言ってたようにやっぱ夜営業開始の時間帯だったんでやっぱスープがまだねこうフレッシュな状態っていう感じで醤油がすごく立ってて醤油がすごく美味しかったんですよね食べた感じ、スープ一口目飲んだ瞬間からのこの醤油のキレそしてコク旨味がねダイレクトに伝わってくるような感じで、時間帯によって、ね、味が変わるとおっしゃってたんでお昼の終わりとかねそのぐらいの時間に食べるとまたどういう味になってるのかっていうのがちょっと気になりました。チャーシュー麺にしたのでチャーシューもたっぷり乗せたんですけどチャーシューには燻製の風味とかついてなくて前島さん好みのものにしてると思うんですが脂身がねすごく上品でたっぷり入ってて結構脂も乗ってたチャーシューだったんですけど全然重さ感じることなくご飯との相性もすごく良くてパクパクチャーシュー食べれましたね。やっぱ醤油が立ったスープだったねすごくご飯との相性も良くて気づけばねスープもなんか飲んじゃってましたね。そんなやっぱ豚が出過ぎてないフレッシュな状態のスープだったんで全然重みがなくて醤油の美味しさに身を任せてねごくごくいっちゃいました。結局完飲してしまいましたね。まだオープンして全然時間経ってないんで前島さんも結構ねお店に出ているとのことなんでやっぱり店主さんの一杯が食べたいという方は今がむしろね狙い時かもしれないですね。そんなわけで新進気鋭の前島さん家系風って言ってましたけどね、家系らしさをねしっかりと感じられる醤油の立った美味しい一杯いただきましたね。ごちそうさまでした。それでは鶴の公式キャッチフレーズラーメン屋ガンクロさん生涯現役や。前島さんってマジですごいっすよね。どうもチャルドーです。のびです。ラーメンということで、ラーメンですよいつも。はい、ガンクロ家さん。系のね、はいありがとうございます。このありがとう辺ございます皆様からのコメントに数 TV を編集するのびとチャルドーが編集してこられたと思います。はい、皆様のコメントいつもありがとうございます。ありがとうございます。まずはこちら、はい、最終回のスペシャリスト。ないのよ最終回のスペシャリス何回も最終回やるのはこの男じゃないのよ。最終回のスペシャリストすするじゃないのよ。ト。番組終わりまくってるってことだからね。確かにな。そうやで。んスペシャリストとかじゃないです。それこそなんか番組が終わる際はぜひお呼びください。そうですね最終回一番最終回を経験している男として、はいぜひお呼びください。はい。はい、そしてこちら、すするさんの挙式料理ラーメン出てきそう。あ前日ね、それこそ最終回の今回の理由が、はいすするが結婚式をするということで、あ、はい。あれだったんですけど、本当ちょうどその日だったのでね、うんちょっといろいろ素材とかは用意できなかったんですが、はい。後々ね、もしかしたら、はい、挙式の様子が。挙式の様子までは分かりませんが、あら。まあ、今回内々にやったみたいなので、あ、そうなんですか。そう本当家族だけみたいな感じだったらしいので。今度こそ挙式があれば最終回の時にあ、確かに挙式の映像が流せるじゃん、ほんまや使えますからね。ほんまや、はい。いやー次回の最終回はぜひお楽しみにということで、